東京、日本の文化と教育と芸術と、それから財悪と堕落との集中している東洋第一の近代都市、繁華を誇っております。昔恋し銀座の柳、あだ名と島を垂れがしろ、上手で踊ってりきるで吹けて、あけりゃダンサの涙目、恋の丸ビル葉の窓あたり、泣いて踏みかく人もある。ラッシュアワーに拾ったバラを、せめてあの子の思い出に。この大都会東京の一遇の煙と埃に埋もれた工場で、一日の労務を終えて家に急ぐ若い2人がありました。道代と親友の住江であります。生まれながらに父の記憶はなく、懐かしい母とも死に別れてから激しい仕事をして叔父の家計を助ける道代と親友の住江。ただいま。おかえり。あんたどうしたの？俺はとうとう工場をクビになってしまった。どうしよう。そう。ねえ、今日また稲内のおかみさんがぜひみっちゃんを芸者にしろ、お金も3,000ぐらい出せるというのだけど、ねえあんた。ねえ。いや、俺はあの子だけはそんな商売をさせたくない。死んだ妹にもすまない。しかしそれだけあれば一商売できるんだがな。聞こえてきた叔父夫婦の愚痴話。夢は遠い母のこと。新橋切手の名義綾吉と歌われた道代の母の寂しい臨終の時、まぶたのうちに今よみがえります。みーちゃん、お前は顔も知らないんだけど、お前のお父さんにあたる人はとんでもない薄情者なんだよ。よく覚えておき。男は女が身も心も投げ出して惚れたとなると、もう翌日から飽き始めているんだ。お前も大きくなったら誰にも惚れちゃいけないよ。女は惚れさせるだけでたくさんなんだよ。形見の指輪を残し、母は天に召された。やがて訪れた日曜日。道代にとって、また青年よしきにとって、世にも数奇な人生航路の出発点でありました。テニスに興じる上流の師弟藤本良樹。彼はややもすれば剣譜と宝珠の小野が周囲に反抗心を感じた。
彼の憧れは貧しき人々の上に走る。そこには自分たちの世界には見られぬ愛と正義が必ずあると信じておりました。もしもし、すみませんがボールを拾ってくださいませんか。ボール？崖下に咲いた一輪の花。道を一目見るなり、よしきの胸に恋が芽生えたのです。すごいな、トデシャンだね。美人だ。綺麗だなあ、藤本。結構です。後から取りに伺わせますから、どうぞ。もう今朝崖下で見たヴィーナスのような娘。彼女は不幸そうだ。僕は何とかしてあの女を救ってやりたい。とよしきは日記に綴るのでありました。しかし、よしきの希望も夢より儚いものとなってしまった。その翌日から道夫の姿は崖下の家から消えてしまったのであります。そして、それからいくつきか経ったある夜のこと。とある料亭で杯をもてあそぶ初老の男、藤本。もう来る自分だね。何しろ評判の子だけに早く見たいというものさ。よしきの父藤本、名うての放蕩者であります。現れた芸者こそ、叔父夫婦の窮状を救うべく下流会に身を投じた道代、今の名を織江であります。待ってたよ、やっと来たね。さあ、一杯行こう。どうも初々しくて見事なもんじゃね。いずれまだ旦那はないんじゃろうね。さて、青年よしきは新入社員として希望に満ちた生活を始めました。片時も忘れ得ぬ道代の姿。よしきの竹馬の友佐久間。幼児より逆境と戦ってきた彼は、鋼鉄の意志と炎のごとき情熱に生きる男でありました。佐久間の音頭取りで、よしきの入社歓迎会が開かれることとなりました。藤本、いいか、今夜7時からだぜ。盛大にやろう。その夜、宴は今や竹縄であります。どうだ、気に入ったのがあるかい？藤本、どうだ？ないね。僕は芸者というものの美を認めないのだ。僕の理想は貧家に育つ一茎の白百合というような女性だ。お、課長の18番が始まった。おい藤本、今素敵な美人が来るぞ。いくら君でもその子を見れば必ず驚嘆するよ。びっくりするよ。とても美しいんだよ。待ちかねたよ。島田姿もあでやかな美しい芸者。誰あろう崖下の娘道代であります。綺麗だ。うまい。ダメだよ。おい、待った待った。この人は芸者が大嫌いなんだよ。ダメ。まあ、あなた芸者がお嫌い？私そんな方が頼もしいわ。まことに意外なる再会でありました。その帰り道。どうだ藤本、あれでも芸者の美を認めないか？それとも降参か？どうだ君。よし、僕はすべてを犠牲にして
あの女に突進する。結婚を目標に。と佐久間は宣言するのでした。しかし良樹の父藤本が織江を書き口説くのであります。どうだ織江、考えてみたか。俺はお前の肘鉄砲の3つや4つには驚かぬよ。なあ織江、色よい返事を聞かせてくれ。なあ織江、旦那ぐらいにしてくれてもいいじゃないか。待ちなさい。お待ち、織江。どうだこの指輪は。これは3カラット半もあるんだよ。お前がどんな器量よしでもそんな安指輪では肩身が狭いだろう。話してください。何でもない方からそんなものをいただくのは嫌ですから。じゃあ何でもあるようにしようじゃないか。どうだね織江。お返しします。おかみさん、私返していただきますわ。ようやくのことで麻死を逃れた織江であります。その後藤本はある衝撃的な事実を知らされ、驚天動地、激しい衝撃を受けたのであります。おかみ、どうか訳は聞いてくれるな。俺は織江の借金を返して自前にして楽をさせてやりたいのだ。これをこの指輪と一緒にあの子にやってくれ。決して金で縛って口説こうなんて腹じゃない。その証拠には今後決してこの藤本は織江を呼ばない。とあるカフェ、織江の親友の澄江が女給として働いております。大変お顔色が悪いのね。あなた何かご心配でもあるんじゃない？どうしたのねえ。僕が平常どんな顔をしているか君が知っているはずがないじゃないか。どうしてそんなことを言うんだ。あら、存じてますわ。あなたはみっちゃんのうちの崖上の藤本さんでしょ。知ってるわ。みっちゃんご存知？あの方今新橋から出て大変評判よ。すごいものよ。それから1時間後、新橋の料亭、織江を待つ佐久間。良樹は燃ゆるがごとき情熱を織江に吐露するのであります。僕は以前から君のためならどんなことでもしようと思っていたのです。もう僕の心は君でいっぱいなのです。どうか僕の心を受け取ってください。織江さん、お願いです。だが佐久間もまたまあ、佐久間さん、佐久間さん。遅いじゃないか。ずっと待ってたんだぞ。ごめんなさい。夕方からすみません。お約束が多かったものですから。それはこれ藤本さんというお客様からいただきましたの。藤本もそうか。織江さん、僕の女房になってください。本当に必ずあなたを幸せにします。でも織江は良樹を深く愛していたのであります。その翌日、藤本、卑怯だぞ君は。織江が好きならなぜはっきりそう言わないのだ。僕が初めて本当に好きな女を発見した時、急に横取りしなくてもいいじゃないか。卑怯だぞ君は。藤本、なんとか言えよ。
佐久間、君が誤解するのはもっともだ。しかし僕は前からあの人を知っていたのだ。聞いてくれ佐久間。あの人に初めて会ったのはよく晴れた日曜日だった。あの人は僕の家の崖下に住んでいたのだ。あの人は輝いていた。花のように可憐だった。その日以来、僕は彼女に恋してしまったのだ。そうか、君が打ち明けてくれて嬉しい。だがいくら君が親友でもあの女のことばかりは一歩も譲らないよ。織江は、いやどうしても藤本家の長男が芸者を妻にすることなんかできないぞ。諦めろ吉木。芸者だって人間です。立派な女だったらどんな令嬢よりも良い妻になれるはずじゃありませんか。どうか織江との結婚を許してください。お父さんお願いします。吉木、お前は訳を知らぬのだ。頼む、あの女との結婚は諦めるように努力してくれ。頼む。激しい苦悩を秘めた藤本であります。とある料亭。俺はもうお前には会うまいと思っていたのだが、思いがけないことが起こってな。お前は藤本義樹を知っているな。お前は何も知らんじゃろうが、あれは俺の息子じゃ。義樹はお前との結婚の許しを俺に求めてきたのじゃ。俺も一緒にしてやりたいがダメだ織江。お前は俺の娘だ。お前は義樹の腹違いの妹なのだよ。許してくれ、悪い父よ。報いだ、皆俺の罪業の報いだ。織江、許してくれ。若い頃もて遊んだ末、平利のごとく捨て去った芸者綾吉の娘こそ織江であるというくしき運命の意図。織江に会わしてくれ、会わしてくれ。義樹、これ義樹。お父さん。あ、織江。お父さん、僕はどんなことがあってもこの女と結婚します。たとえ家を追い出されても必ず結婚します。お父さん、織江、待ちなさい。義樹、頼む、落ち着いてくれ。わしの話を聞いてくれ。義樹、俺は全て打ち明けねばならなくなったのだ。全てを。お父さん、織江は俺の隠し子だったのだ。お父様。義樹は呆然自失。父は深々と懺悔の頭を垂れるのでありました。そしてそれから時が流れて、愛した女性がイボ米であるという事実に痛手を負うた義樹でありましたが、織江の行く末を案ずる気持ちは日ごとに募り、親友佐久間に妹の前途を託すのでありました。母の墓前にぬかずく織江。お母さん、私と義樹さんが兄弟だなんて、お母さんのお言葉に背いて恋をした罰なのでしょうか。でも義樹さんも佐久間さんも立派な人だったの。お母さんは知ってくださるわね。お母さん。
静かに香下を手向けた織江は傷ついた胸を抱えて佐久間の家を訪ねるのでありました。切々と綴られた良樹の手紙。佐久間さん、あの人は私の兄さんだったのです。織江さん、織江さん、僕は君を愛することにかけては藤本に負けないつもりです。どうか僕の妻になってください。佐久間さん。こうして織江は誠実な佐久間の妻となることを決意したのであります。かくて愛憎も喜びも戦いも涙も今は一家の夢となって、ようやく昇進癒えた良樹は心機一転、海の彼方アメリカへ新生活の糧を求め旅立つことになりました。今日はその門出であります。早急晴れやかに太陽は惜しみなくその光を地上に注ぎ、風は爽やかだった。埠頭に集う人々の中に佐久間の妻となった織江の姿も、今は元の道代に帰った彼女の姿もありました。兄は妹の、妹は兄の幸福を願いつつ互いに見交わす瞳と瞳。旅立ちの時は迫ってまいります。恋するうちの恋や夢、夢見るうちの夢や恋、恋の涙も苦しみもすべては水に消えてゆく。人それぞれ万感こもごも思いあふれ、新しき人生航路のファンファーレが今高らかに高らかに鳴り響くのでありました。溝口健二監督、東京行進曲の完結であります。